レーザーグリルがバージョンアップしたので両面基板を作ってみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。全動画では CAD 図を写真データに変換して簡易トリミングしたところまでご視聴いただきました。それはマシンの調整から始まっていますが、これからは制作の実演に入っていきます。動画はこのシリーズを視聴していただくと一様に両面基板制作方法が理解できるように作っています。疑問が生じた時はコメントしてください。レーザーグリルの使用は自分のレーザー性能もあるので難しそうですが、設定箇所はわずかです。これからレーザーグリルを使っての彫刻やエッチング、基板表面の表示などの実演を視聴していただきます。過去動画と被るところもありますが、別角度の情報も含まれているので、それらを視聴するのも良いかもしれません。興味のある方はどうぞ最後までご視聴ください。レーザーグリルの初期設定。レーザーグリルの起動画面です。動画1ではハードの設定を行いました。ここではソフトを使うために必要な初期設定を行います。グリルをクリックしてプルダウンメニューから設定を選択します。2つ目のタブラスターインポートを選択します。レーザーが PWM をサポートしているならチェックを入れます。2行目は精細な仕上がりにしたければチェックを入れます。その代わりレーザーの動きは単一方向になります。その他タグがたくさんありますが、デフォルトのままセーブを押します。次にツールを押して CH341 ドライバーをインストールします。ドライバーがない場合はレーザーグリルのページで入手できます。マシンとつながるポートを選択します。そして接続を押します。応答音があって接続されました。下のアイコンのホームを押すことで左下のジョギングも使えるようになります。ジョギングはスライドでワンクリックした時の距離と速度を変えられます。ステップは 0.1 から200、速度は10から5000まで可変可能ですが、私はステップ5、速度1000としています。レーザーグリルでの作業。ファイルを押してファイルを開くからフォトで作った変換ファイルを呼び出します。トリムアイコンを押してトリムします。自動で図の端ジャストにトリムされました。図の際までトリムされない場合は目的以外の画像が含まれている可能性があります。レーザーグリルは目的の周りに図があるとそこを端と捉えます。うまくトリムされない場合はフォトに戻ってもっと近くまでトリムし直します。次に白黒反転ボタンを押して色を反転させます。黒がレーザー彫刻する場所になるので色を合わせます。次にリサイズやスライダーはデフォルトのままで OK です。見えがかりが良くなければ動かしますが出来方は変わりません。白黒を明確にしたければモノクロにチェックします。変換ツールではベクトル化をクリックしておきます。続けて適応品質と移動の最適化にチェック。フィルは水平となっていますが他にもいろいろあるので試してみてください。フ
フィル品質は最大20となっていますが、1ミリの中に何本線を描くかという意味です。私は20のままとしています。これで次へを押します。ボーダー速度とフィリングスピードは2500。レーザーモードと最小はレーザーの使用で決めます。画像サイズと位置は前は自動にチェックしてエクシフでデータの DPI が出たのですが、出ないので手動で1200にしています。サイズは基板の実際の大きさ 70.0×100.0 にします。オフセットを X 軸は 25.0 から 0.1 ずつ加算、 Y 軸は 25.0 から 0.2 加算で3枚彫刻して調整します。その設定でもう一度数値を確認したら、作成を押すと彫刻画面が現れました。オフセットを確認すると X 軸が25から95、 Y 軸が25から125となっています。これでマシンがつながっていることを確認してスタートを押せば彫刻が始まります。彫刻後の検証。1枚目オフセット 25.0,25.0、 表面 25.5,25.0 で彫刻しました。図が少し左に寄って上下は下に寄りました。この結果を踏まえて2枚目は少し右と上に動かします。2枚目のオフセットは裏面 25.3,25.2、 表面 25.0,25.2 としました。左が1回目で並べると上下は良くなりましたが、少し右に行き過ぎたようです。なので次は上下はそのままで 0.1 ミリ左にしてみます。3回目裏面 25.2,25.2、 表面 25.2,25.2 で彫刻しました。左右はこれで OK として上に 0.1 ミリ送って調整を終わります。左から1回目2回目3回目です。3枚ともオフセット値が違いますが、出来型を見て裏側の数値を変えてビアが合うようにしています。1枚目のスルーホールを確認してみます。ここに穴が開きました。隣の図と比べるとほとんど合っています。ここです。2枚目です。ここに穴を開けました。ほぼ合っています。3枚目です。穴はここです。こちらもほぼ合っています。エッチングの前に銅面の塗装をアルコールで清掃しておきます。このように塗装は影響を受けません。ちなみに石鹸水ではきれいになりませんでした。こうしておくとエッチングの時短になります。エッチング後の出来型。エッチングが終わりました。液を温めていると10分くらいで終わります。パターン図を工夫して銅を溶かす部分を最小限にしているのも時短が目的です。今回はオフセット位置を確定するために作った基板が 4×3 枚になりましたが、今後は最小限で OK です。
これからグローブをつけてラッカーで塗装を落とします。塗装除去後です。まあまあの仕上がりだと思います。銅が溶けたところはもう少し綺麗になると良いのですが、どうしても少し黒ずみます。昔はカーボン熱転写でしたが、出来型はレーザーにはかないません。あとは穴を開けて切断して終了です。自動点滅回路の動作試験。セルを入手したので、回路を組む前にブレッドボードで試験します。ここに図のような回路を組んでいます。トランジスターのベースにただ抵抗をかませただけの回路です。電源です。グラウンドです。 CDS とトランジスターです。リレーです。プラスをコモンにつないでいます。リレーが閉じると LED が点灯するように接続しています。コンデンサーはチャタリング防止用でリレーのコイルに並列接続します。電源を接続します。CDS に向けてライトをつけます。電圧と電流です。 LED を切り離してリレーだけにします。電流は 50mA です。 FET 回路は以前試験しているので、説明欄から動画ナンバー41をご視聴ください。表面文字の転写。ラミネーターを使って表示を転写します。コンビニのプリンターでコピーした用紙を使っています。こんな感じで20回くらい通します。このようになりました。これから切断して組み立てに入ります。さて次回はシリーズの最終となり、基板を試験して車体に組み込むまでをお届けします。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。